今回の動画では3月1日に公開された開発者日誌からロッシの性能を考察、ロッシと組み合わせることができそうなオペレーターや採用できそうな装備などを考えていきます。まずはロッシの各スキルから。ロッシはベース自体は物理タイプの前衛オペレーターなので、通常攻撃は5回連続の物理ダメージを与え、襲撃も物理ダメージを与えるというもの。襲撃の発生タイミングは攻撃開始から 2.7 秒前後、リーフォンと同等クラスという非常に速い部類です。また、通常攻撃自体は5段攻撃ではありますが、実際の攻撃回数は目視できる範囲では8回とかなり多い回数となっています。銃撃時に表示される爪の数だけ攻撃しているのであれば、最大13回の攻撃となるので、手数としては圧倒的です。ロッシの戦技は2つの段階に分かれる2段階攻撃。1段階目は物理ダメージと浮遊の効果を与え、敵にすでにクラッシュが付与されているのであれば、追加のダメージとさらに染まる爪痕を付与、一定時間の継続ダメージを与えます。つまり、クラッシュが付与されていない敵に攻撃を行った場合は、物理ダメージと浮遊だけ、クラッシュが一つでも付与されている敵に攻撃したのであれば、物理ダメージと浮遊に加えて、さらに追加ダメージと染まる爪痕を付与することになります。この際に付与される染まる爪痕が、ロッシにとっての軸となる効果で、染まる爪痕が付与されている敵は、素質1によって、毎秒ロッシの攻撃力の一定割合の物理ダメージを受ける物理ダメージと灼熱ダメージが上昇。さらに素質2の効果でロッシが付与されている敵に対して会心を与えると追加ダメージを与えて自身の HP を回復。敵が燃焼状態なのであれば追加ダメージと回復効果が上昇します。つまりロッシを運用するにおいては少なくともロッシの戦技発動前には敵にクラッシュを付与しておき、染まる爪痕を付与した後は燃焼状態も発生している状況がベストということになります。また、戦技も攻撃回数が多く、1段階目で3回、2段階目は狼がそれぞれでヒット判定を有しているのであれば4回なので、合計で7回の攻撃が発生することになります。連携技は対象にクラッシュとアーツ付着が発生している時に発生。こちらも戦技と同じく2段階攻撃というよりは、連携技を2回発動できる形式となっており、1回目の連携技は目標に物理ダメージを与えるのみ。そして2回目の連携技で目標に付与されているアーツ付着を全て消費してダメージと浮遊を与え、2回目の連携技の発動タイミングが完璧なものなのであれば完璧連携となり、ロッシの会心率と会心ダメージが上昇、敵にクラッシュを1段階付与するという効果。つまり完璧連携が成功したのであれば2段階目の連携技は敵のアーツ付着を全て消費して物理ダメージと敵に浮遊によるクラッシュに加えて追加でクラッシュを1回与え、ロッシの会心率と会心ダメージが上昇する効果となり、完璧連携が失敗したのであればアーツ付着を全て消費して敵に浮遊1回と物理ダメージを与える効果となります。なので、この連携技は敵に付与されているアーツ付着の数に問わず、アーツ付着をクラッシュ1または2に変換するというのが効果の本質です。逆に言えば、たとえアーツ付着が3や4あるからといって、一気にクラッシュを4に持っていくといったことはできません。必殺技は短時間で複数回の攻撃を行った後に斬撃を放って灼熱付着を付与するというもの。必殺技は通常攻撃や連携技とは打って変わって灼熱ダメージとなり、短時間の連打攻撃の後に最後の斬撃で灼熱付着を与えます。ロッシはこの必殺技がメインの火力になるとのことなので、ダメージ倍率はかなり高いのかもしれません。合わせて開発日誌で用いていたデモでのコンボの流れも解説。最初のデモでは管理人とウルフガードの戦技によるクラッシュ付与とアーツ付着を皮切りに、明け繰りを除く全オペレーターの連携技が発動。ウルフガードで付着した灼熱付着を消費してクラッシュを増やし、管理人の戦技による猛攻で大ダメージを与える流れを用いていました。その後、ウルフガードの必殺技で燃焼を付与し、染まる爪痕が付与されているのでロッシの必殺技を強化。ロッシの必殺技によって灼熱付着が発生するので、次のコンボにつなげるという流れです。2つ目のデモでは先ほどとは異なり、燃焼によるダメージ上昇を軸として、クラッシュの付与をギルベルタとダパンが手伝うという形。つまり、ロッシをメインアタッカー、ダパンをサブアタッカーとして運用する編成となっています。先ほどは物理と灼熱の混成だったのに対して、こちらは物理、自然、灼熱の混成なのでアーツ以上を発生させやすいというのが特徴的。ロッシにとってはやや邪魔になりやすい自然付着をウルフガードの連携技で燃焼に変換するのが肝となるでしょう。ロッシは自身が起点となるオペレーターではなく、他のオペレーターが付与した灼熱とクラッシュを糧に、相手のクラッシュを増やすオペレーターなので、クラッシュと灼熱を付与してくれるオペレーターが必要です。灼熱の付与に関してはウルフガードに任せてしまって問題ないでしょう。というより、現状においては彼以上に適任のオペレーターはいないというレベルです。なので、ロッシの編成では残りの2枠を誰にするのかというのがアレンジ要素となります。
ロッシは付与された灼熱付着をクラッシュに変換するので、このクラッシュを消費するオペレーターが必要となります。クラッシュを消費するオペレーターとしては、管理人、ダパン、ポグラニチニクが存在しているので、この3人から選ぶことになります。管理人を選択した場合は、戦技による猛攻によってクラッシュを消費することになります。管理人を選択する最大のメリットは、やはり味方を巻き込んで発動する攻撃力上昇効果でしょう。これにより、管理人自身だけでなく、ロッシ自身の火力も強化してくれるので、編成としての火力が出やすいという特徴があります。一方で連携技によるオリジニウム結晶の付与が必要で、SP の回収を行うには管理人自身の戦技でオリジニウム結晶を消費する必要があるので、戦技や連携技の発動順がかなり厳しめ。また、戦技を用いてクラッシュを消費するので、少なからず SP ゲージは1本貯めておく必要があります。一方のダパンはクラッシュを連携技で消費するので、ダパンに関連しての SP ゲージの管理が必要ありません。仮にダパンで敵にクラッシュを付与する場合は必殺技を用いることになるので、ダパンを編成に組み込んだ場合は SP 管理が非常に楽になるでしょう。一方で、管理人のようなバフ効果は持ち合わせていないので、サポートオペレーターによるデバフ付与などがなければ、ダパンは自身の純火力で戦うことになるため、編成火力で戦う管理人とはどれくらいの火力差があるのか、それともないのか見ておく必要があるでしょう。ポグラニチニクはクラッシュを消費して SP を回復する上、ブレイク性能が非常に高いので、スキル回しが非常にやりやすいという特徴があります。一方で先ほど紹介した通り、ロッシのメイン火力となる必殺技は灼熱ダメージなので、ハーツダメージに分類され、ポグラニチニクがクラッシュを消費した時に敵に付与する破砕は、物理ダメージを上昇させる効果なので、デバフの効果がロッシに合っていないという弱点が存在します。そのため、単純な火力では口述した2人にはおそらく負けてしまうことになるので、ポグラニチニクを採用する場合は、SP の回収効率から来るスキルサイクルの良さと、ブレイク性能の高さに焦点を合わせることになるでしょう。個人的には現状では、クラッシュの消費役にはダパンが安牌になるのではないかといったところ。最後の一枠に関しては、自然付着によってウルフガードの燃焼の付与回数を増やすことができ、同時にクラッシュも付与できるギルベルタが良さげ。または、連携技によって敵にクラッシュを付与できるエンバーも編成候補として入ってくるでしょう。エンバーが編成に入ってくるのであれば、耐久力が一気に上がるので、戦闘が苦手であっても安定したプレーが可能となるはずです。武器に関しては、ロッシの実装と同時に実装される浪費が最もおすすめとなるでしょう。ロッシの性能から見て、クラッシュと会心ダメージ、または会心率に影響する効果を有するものと思われます。時点だと、今シーズンの協約賞から手に入る栄光の記憶でしょう。こちらは常時会心率を上昇させ、敵にクラッシュを付与すると30秒以内に発動した次の必殺技の物理ダメージを上昇させる効果があるので、戦技と連携技でクラッシュを付与し、必殺技がメイン火力となるロッシと相性が良い武器となるはずです。星5であれば鋼鉄余韻が食い込んでくるはず。鋼鉄余韻はメインステータスイッチと物理異常を与えると攻撃力が上昇するのでロッシにも適性があります。ただ、完全一致ではなく、物理ダメージ上昇は必殺技には乗らないので、さすがにチェンの鋼鉄余韻のような状況にはならないはずです。ロッシはイボンヌと同じ会心が発生することによって、飛躍的にダメージが上昇するので、イボンヌと同じく MI 警備セットがおすすめ。今回のアップデートによって実装された警備防具1、警備小順機1が候補となります。警備防具は必殺チャージの速度が上昇、警備小順機は会心率が上昇するので、火力の強化と会心発生の確率を上げてくれます。そして、旧国プロテクターは、おそらくはメインステータスイッチとなる敏捷に全振りな上、必殺技のダメージを強化してくれるので、こちらも非常に相性のいい装備となってくれるはずです。最後にスキル特化を除いてのロッシの育成に必要な素材料を紹介。以上で、ロッシの性能の考察を終わります。ご視聴ありがとうございました。